皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、動画編集の字幕についてなのですが、ブリューを用いて自動で字幕を生成させました。しかし、文章自体は、人の耳で聞いた正確なものが別ですでにあります。そこでなのですが、SRT の時間の部分は変更せずに、文章だけを変更できる方法はありませんでしょうか。時間の情報が文章の途中で入り込んでしまうので、一気にコピペができず、大変です。よろしくお願いいたします。2022年3月5日ということなんですが、私は英語の字幕ファイル SRT から日本語の字幕ファイルを作るとき、自動翻訳でやると変な日本語になってしまうので、タイムスタンプはそのままにテキスト部分だけをあらかじめ作っている日本語の原稿に入れ替えるということをしています。いや、正確には PC でサブタイトルエディットというソフトを使って日本語テキストを読み込んで英語の字幕ファイルのタイムスタンプだけをテキストにインポートするという方法になるんですが、まあそれは後半で説明するとして、ただ今回の質問はそうではなくて以下の方法で解決できるのではないかと思います。それでは早速いってみましょう。1、あらかじめ持っている原稿をメモアプリ私はリキッドロジックを使用で字幕用に手を加えます。2、一項の文字数私は22文字。1文節の下り数私は2行以内と決めて文章を分けていきます。好みによって変えても結構です。その分ける基準は開業マークです。文節と文節の間は必ず2行空けるというのが私のコツです。正確には2行目の最後に開業マークが入るので、開業マークを3つ入れることになります。また、1項目の最後に開業マークが入っていないことを確認してください。実は開業マークが1つでも入っていれば、ブリューではそこで文節が分かれてしまいます。この開業マークが見れるのは普通のメモアプリでは見れません。リキッドロジックまたはワードならば見ることができます。どちらかのご使用をお勧めします。しかし今私はブリューでは一つでも開業マークが入れば文節が分かれるのに、文節の文節の間に開業を2つ、また2行目の最後に1つ入るので、計3つの開業マークを入れてと矛盾することを言いましたが、その理由は口述します。3、ブリューを立ち上げて動画を読み込んで文字起こしをします。タイムスタンプは使いますので、必ず文字起こしをしてください。4、左上の3本線をクリック、原稿を読み込むをクリック、空欄に2で作成したテキストをコピーして貼り付けます。5、完了、確認をクリックします。以上で手持ちのテキストにタイムスタンプをつけることができました。まあ、なんと簡単ですね、わらわら。しかし、ブリューの場合、微妙 0.2 から1秒にタイムスタンプがずれている箇所があります。そこでタイムスタンプを手作業でホロ調整をする必要があるんですが、私はめんどくさいので、SRT ファイルとして抽出して、PC のサブタイトルエディットというソフトに移って、この作業を言っています。6、右上のアップロードアイコンをクリック。字幕 SRT、エクスポート、ファイルに保存で任意の場所に保存します。以上で SRT ファイルの完成です。質問者がやりたかったことは、おそらくこれでできたのではないかと思いますが、次はそのタイムスタンプのみを別のテキストに移植する方法をご紹介します。これをするためには、文節の分かれ目が2つの文章で完璧に合っていなければなりません。私は英語の字幕を日本語に変換するときに、この方法で言っています。1、まず iPhone でメモプラスというアプリを使用して、英語のテキストと日本語のテキストを2列に並べます。2、文節と文節の分かれ目をぴったり合わせます。事前にリキッドロジックで1文節の途中に開業マークが入っていないことを確認します。3、共有、ファイルに保存でテキストとして PC から読み込めるクラウドなどに
保存します。4、PC 便でサブタイトルエディットというソフトを立ち上げて、まずプリューで作成した英語の字幕ファイルを読み込みます。このソフトで動画と字幕のタイムスタンプを完璧に合わせ SRT ファイルとして保存します。5、新たに日本語のテキストファイルを読み込みます。ファイル開くでテキストファイルを指定して OK とクリックしてください。6、ファイルインポートタイムコードのインポートで先ほどの英語ファイルを指定してタイムスタンプのみをインポートします。以上で日本語のテキストに英語の字幕のタイムスタンプがコピーされました。まあなんと簡単ですね。わららわら。しかしここでうまくいかずにタイムスタンプがずれてしまっていたら、それはどちらかの文章の一文節内に余計な改行マークが入っているのが原因です。多くは一文節の1項目の最後に改行マークが入っているのが原因です。チェックしてやり直してください。まあ今回はちょっと実際にやってみないとわからないかもしれません。この方法は多くの方には不要かもしれません。余計なお世話でした。わらわらら。以上です。